はい。これから情報理論について勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。情報理論っていうことについて、そう呼ばれる学問についてこれから勉強していきたいわけなんですけれども、情報理論の中ではどういう問題を考えるかっていうのを説明していこうと思います。概要ですね。どういうふうなことを考えるか、問題のモチベーションなんですけども、こういうことを考えます。大抵説明するときにはですね、こういう絵を描くんですけれども、こんなんですね。ここにですね、情報源というものがあると。情報源。情報源っていうのは何かっていうと、例えば、スマホ、携帯で、電話があって、それで誰かが喋ってるというような状態ですね。あるいは、テレビみたいな、テレビの放送みたいな、画像がどんどんこう、今撮影している状況とか、そういうものです。で、その情報をこちらにいる人に伝えたいと。そういう状況を考えます。で、この情報を受け取る人のことを、宛先と言ったりですね、宛先。あるいは受信者って言ったりもします。ともかく、ここで出てきた情報をここに届けたいよっていうモチベーションですね。そういう状況を考えます。で、これが誰か人で、この人が喋ってると。で、この人は、この人が喋ってるのを聞きたい。この人はこの人になんか喋りたい、伝えたいというときに、この二人が、隣同士で座って喋ってるんだったら別に何もいらないんですけども、そうじゃなくて、この人とこの人が離れたところにいるとか、そういうことになると、離れているところにいると、スマホで、通話したりとかすることになるわけですね。でそういう時には、なんか途中に仕組みがいるわけですね。あるいは、遠く離れてるんじゃなくって、この人とこの人は、話してる時と、それを聞く時時間が、ずれていると。喋ってしばらく経ってからこの人が聞くということにしたい。伝言残すとかそんな感じですよね。そういう時にも、間に何か入んなきゃいけない。一旦録音しておいて後から聞くみたいな。そういう仕組みがなんか必要なわけです。で、その間になんか挟まってるのを使って、情報を伝えたい。そういう時に、どういうふうにやりましょうかと。そういう問題ですね。何とかしたいという問題を考えていきます。で、そういうふうに、二人の間が離れていたりする場合には、間に何かあると言ったんですが、これを通信路と言います。通信路。で、通信路っていうのは、電波かもしれないし、会話を録音しておく何かかもしれないと。そういうことですね。で、それを使うときに、そのままじゃ使えないわけです。電波を使うと。じゃあ、この人はなんか喋りたい。そうすると、喋るっていうのは、空気の振動になってるわけですから、それを電波に変換しなきゃいけないわけですね。で、電波に変換して、またもう一遍、この人が聞こえるように、また逆変換っていうんですかね。戻さなくちゃいけないわけです。で、そういう装置が必要なわけですね。で、その装置をくっつけなきゃいけないわけです。で、これを、こっち側エンコーダー、こっちをデコーダーとか、言ったりします。で、日本語で言うと、これは、複合機というような言い方を、します。複合機。で、こういう、通信路の両側を、符号機と複合機で挟むことによって、全体として、情報が宛先まで届くようにしたいということです。で、届くようにしたいんですけども、例えば電波を使う場合ですと、大抵ノイズが入ったりしますね。で、そのノイズを、除去したいわけです。除去したいと考えます。ノイズだらけでも、なんか聞こえるかもしれないけど、そういうことじゃなくて、できればノイズを除去したい。
まあ、通話だったら、話す内容だったら、ノイズが多少入っても、なんか大きな声で喋れば聞こえるだろうとか、まあ、そういうのあるかもしれませんが、例えば、文字情報ですね。文字列を送りたい。テキストファイルを送りたい。そういう時に途中でノイズが入って、なんか間違って届いてしまっては困るということもよくあるわけです。そういう時には、送った文字が正しく届くようにしたいということを考えるわけですね。その時には、この通信路にノイズがあったとしても、この複合機でノイズを除去できるようにしたいというふうに考えるわけです。で、それは複合機だけが頑張るんじゃなくって、このノイズが入っても複合機でノイズが除去できるようにあらかじめ複合機で細工しておくわけですね。で、その細工をどうするか。そういうふうにして、符号機と複合機で、協力してですね、このノイズを後でキャンセルできるようにしようと。そういうような仕組みを考えていくと。そういうことがテーマになってきます。で、実際装置を作るときにはですね、いろんな制約がありますよね。大きさ、小さく、スマホだったら、手に持てるぐらいの大きさにしとかないとしょうがないんで、大きさとしても小さくしたい。それから、電力もですね、電力も膨大な電力を使えるのか、それとも使えないのか、いろいろな制約がありますから、そういうことが実際ものを作るときには必要になってきます。ですが、この情報理論と呼ばれる、ここで今から考える中では、そういう制約は一切、考えません。どんなものでも使えると、何でもできるというふうに考えます。つまり電力だったらどこまでも実際に作るにはそれ電力が必要なんだけど、例えば電波を電磁波をアンテナから出すときに電力が必要ですけれども、その電力はいくらでも使えると思ったりとか、あるいはこの装置としてどんなに実はそれを作るには大きな部品がたくさんいて装置が大きくなっちゃうんだけども、それは制約として考えない。いくらでもたくさんの部品を使えることができると。そういうふうに考えます。それから計算時間もそうですね。この入力に対して出力どうするのかっていうのを複合機は決めなきゃいけないんですけども、あと複合機もそうですね。これ受信したものに対して何を宛先に渡したらいいのかっていうのを、こいつは計算して、求めなきゃいけないんですけども、その計算時間も、あらゆる計算が一瞬で終わるというふうに考えます。そういう無限の計算能力を持ったとしてどこまでできるのかということを考えます。ですので、どんなものが作れるかっていうんじゃなくて、できることを何でもやったとして、制限がなかったとしたらどこまでできるのかっていうその限界をこれから考えていくと。そういうことがテーマになってきます。ということで、テーマを、ちょっと書いてみると、こんな感じですね。情報の伝達に関する、工学的理論、それを考えるという言い方になります。なりますというか、そういうふうに言っておきましょう。情報の伝達に関する工学的理論。こういうことを考えるのが、これからやっていく情報理論のメインテーマになります。工学的理論。工学的っていうと、やっぱり物を作るっていうのが、イメージが、湧くかもしれませんが、ここは別の言い方すると、数理科学とも言ったりしますね。数理科学。どっちもちょっとよくわからないかもしれませんが、そんな言い方をされたりもします。で、ここで今数理科学って言いましたけども、何をやってもいいと言いましたが、この符号機と複合機を作るのに、
何をやってもいい、何をしてもいいからどこまでできるか。何をしてもいいっていうのはどういうことかっていうと、数学的に存在するものだったら、何を使ってもいいということですね。まあ、数学的にっていうと、結局はこれ写像になるんですけども、入力に対して出力が決まる。この入力に対して出力が決まる。これは数学的には結局写像になるんですけども、写像として存在するならば、それは使っていいということにして、どこまでできるかっていうことを考えていきます。さて、それで、他の分野とこの情報理論と呼ばれる分野のその違いというか、どういうふうに住み分けられているか、その考える対象がどのように住み分けられているかっていうのをちょっとお話ししたいんですが、まずですね、この情報理論っていうのは、情報の加工ではありません。情報をどうやって加工するかっていうことは扱いません。何を言ってるかっていうと、例えば一枚の写真があって、その中にスナップ写真を撮りましたって何人か写ってます。これ誰ですか？そういうのを検出する。そういうことはここでは扱いません。ですので、あるいは文字が書かれた画像を見せて、この文字何ですか？文字認識をするとか、そういうことはこの中では、扱いません。ということで、今言ったことを書くと、情報の、加工ではありません。でそれからですね、通信路があって、ここで、例えば電波って言いましたけども、電波を使うってことは多分ここで、送信アンテナがあって、受信アンテナがあってってことになりますよね。そうすると、その信号をどうするのかということが気になりますよね。どういう信号を出すのか。その処理をどうするのかということがありますけども、そういうことは実は扱いません。この信号がどう伝えるかじゃなくて、情報を伝えたい。そっちがメインです。で、信号を伝える方法は、実際何ボルトにしたらいいのとか、そういうことはここでは考えません。ということで、信号の伝達ではない。そういうことは、ここでは扱いません。それからですね、先ほどここ情報源っていうのは、喋ってる言葉でもいいし、動画でもいいっていうふうに言ったんですけども、ここを、情報を伝えたいっていうふうに考えるんですけども、その情報が何を意味するのかっていうことも、具体的なことは考えずに扱っていきます。つまり抽象的に扱うわけですね。その情報が何を扱うのか、何を意味するのかということは考えずに、意味に立ち入らずにですね、情報をどうやって伝えるかということを考えています。例えば、具体的には、その情報は文字であったり、あるいは写真なのか音声なのかありますけども、そういうのを抽象的に考えるわけですね。ということで、今のことを言うと、伝達する情報が、何を意味しているのか、それは問わない。ということですね。はい。そうやって考えていきます。で、先ほど言いましたけども、結局、符号機と符号機を
どこまでできるか、どこまで性能を上げられるかっていうのを考えるんですけども、どんなものを使ってもいい。数学的に存在するものだったら何を使っても良いという設定で話をしていきます。それをちょっと書いておきますね。そうすると、数学的に存在するものならば、何を使っても良いと。そういう立場で考えていきます。それでですね、住み分けですね。この情報の加工ではない。情報の加工をするような分野っていうのは、認識とか、文字だったら文字認識とか顔認識とか、そういう分野で、扱って、専門的に扱います。あと、信号の伝達ではない。信号だって伝達させるかっていうことはですね、それはまた別の、分野がありまして、通信工学であるとか、あるいは信号処理であるとか、そういう中で、ですね、ここ具体的にどうやって作るのかという話を、専門的に、そういうのを考える学問があります。それからここですね、我々の今の立場では、これ数学的に存在するものだったら何を使っても良い。そうは言っても、いや、実際物を作れなかったら意味ないじゃんというのがありますけども、そういうふうに実際に、製品として現実的に作れそうなもの、実際にどうやってそれを作ったらいいのか、我々がこれからやっていく、ここまで性能を出せるんだけども、そういうのをどうやって作ったらいいんですか、どういうふうにして、簡単に作っていきましょうか。小さく作っていくんですか、あるいは消費電力が少ないようなものをどうやって作ったらいいんですか。それはまた別にその符号理論という分野があって、そこでいろんなことが研究されています。ということで、我々がこれからやるのは、情報理論というわけなんですけども、こんな枠組みで勉強していきたいと思います。